賢い人であればあるほど、斉藤さんから距離を置くのはそこです。待ってるのは、僕がそう思えばそうですという、3歳児みたいなロジックしかないから。斉藤元彦の喋ったロジックだから、このロジックだけ検討しとかなければいけないにもかかわらず、このロジックの中に僕がそう思ったからそうだという対人論証が入ってるから、このロジックを肯定しようと思うと、斉藤元彦を全肯定しなきゃいけない。これってすごいことだと思わない？一人の政治家の言動を肯定しようと思うと、論理的に自分の倫理観を曲げざるを得ないんですよ。それは倫理観が劣悪だからじゃないんですよ。ロジックの要請なんです。しかもそのロジックというのは、極めて政治的な意図を持ったロジックなんです。だから政治がその人を鬼にしてるんです。不思議なことがあるんです。純粋に論理的に考えるとですよ。兵庫県問題に関してね、純粋に論理的に考えると、斉藤元彦の言動、中んづく2024年3月24日の定例記者会見における公務員失格、嘘800、うんぬんかんぬんの発言によって人が死んだ。したがって、パワハラで人を死に追いやるような人殺しの斉藤元彦は知事失格である。しかしながら、告発文書問題に関する県の対応は合法であり何も間違いがなかったっていう立場は論理的に成立しますわな。僕がそれに同意すると言ってるわけじゃないですよ。僕がそれに同意するって言ってるわけではないですけど、理屈だけで考えると。要は行政プロセスとしての告発文書問題には何の問題もないと。しかし記者会見での斉藤元彦の言動に問題がある。したがって斉藤元彦は知事失格である。だが、文書問題の対応そのものは問題なかったっていう立場は論理的には成立し得るわけです。菅野保が斉藤元彦を人殺しと言ってるのはわかると。クソ人殺しですけどね。人殺しは人殺しであると。だから知事失格である。その人殺したるゆえんは、公開パワハラが原因だったと。そんな人間が県のマネージャーをするのはおかしい。だからやめろ。OK。ここは OK。でも、文書問題そのものの処理は問題なかったっていう立場はあり得るわけでしょ？俺がそう言ってるわけじゃないですよ。理屈としては。要は記者会見がなかったら何の問題もなかったって立場ですよ。斉藤元彦が記者会見であんなこと言わへんで、裏でその懲戒プロセスが進んでたら何の問題もなかったっていう立場はあり得るわけですよ。3月27日の記者会見の当該の発言っていうのは、記者から水向けられてんねん。記者からレクがあったと思いますけども、懲戒プロセスが進んでるらしいですがって聞かれて、バーって言うてしもてんねん。公務員失格とか嘘800とかっていうことを、あそこで言うてしもてんねん。それを言わずに、いや、ちょっと懲戒プロセスのことはこういうとこで喋るべきではないので回答差し控えますって、もし言うてたとしたらよ。なりうるのよ。非公開パワハラは OK ですよ。なぜ OK かというと、非公開パワハラだからじゃないから、問題としようがないから。それこそそのパワハラに関する告発がない限り。認知できないものは問題にしようがない。だから準行政プロセス的に見たときに、斉藤元彦の対外コミュニケーションという要素を外して考えて、準行政プロセス的に告発文書はそもそも3号通報ではなかったし、3号通報でない以上行政プロセスに何らかしはないということを言おうと思えば言えるはずなんです。論理的に考えると。でも、俺もそれに同意しないし、現にそんなことを言ってる奴は誰一人いないのよ。なぜかみんな口を揃えて、あれはパワハラではなかったし、行政プロセスとしても問題ないということが絶対2つセットになってるね。なぜかワンセットなんです。斉藤元彦の対外コミュニケーションも問題ないし、斉藤元彦の行政プロセスも両方問題ないという立場しか提示されてないのよ。斉藤元彦支持者側に。で、これ、冷静に論理的に考えると、完全に 100% 県民局長がかわいそうやとか、竹内さんがかわいそうやとかっていう感情を 100% 排して、それは竹内さんがかわいそう。
県民局長がかわいそうっていうのは、感情じゃなくて論理的にかわいそうと結論付けられるを得ないんだけど、そういうその、ウェットな部分を抜いて考えて、としたら、斉藤元彦の対外コミュニケーションがもう子供以下やから、あんなもん知事失格じゃと。でも行政プロセスはさすが県の官僚がやっとるから間違いないという立場があるはずなのにもかかわらず、絶対ニコイチなの。で、絶対ニコイチなの。で、この立場から論理的、必然的に導かれるのはこの立場なんです。ここでの徳永弁護士の立場がそうなんだけど、県民局長は勝手に死んだってよう言うでしょ。県民局長は勝手に死んだ。竹内さんは勝手に死んだ。みんな言うてるでしょ。よく言うてるでしょ。勝手に死んだ。あれね、勝手に死んだってね、言わざるを得ないんですよ、彼らは。それは言うと都合が良くなるではなくて、論理的必然性として勝手に死んだと言わざるを得ない。今日はその解説です。意味塾も立花隆は竹内さんが死んだ翌日に街頭演説で、誹謗中傷されたぐらいで政治家が死ぬなって言うてます。意味塾も立花隆はそう言うてるんです。で、どこ見ても県民局長の死、竹内さんの死の話になると、勝手に死んでんやんけ。あるいは、ある程度で死ぬのおかしいやろ。他に原因があったはずや。っていう話をするわけですよ。で、これは、そう言うてる人の倫理観が劣悪だからじゃないんです。彼らのロジックを構築しようと思うと、ピースが埋まらないから、そう言わざるを得ないのよ。ロジックがあるんです。で、これは彼らの感情とか倫理観が劣悪じゃなくて、知性の要請なの。これ1たす X イコール2っていう数式提示されたら、X に1って入れざるを得ないじゃん。まず最初に。それぐらい論理的要請として、竹内さんは勝手に死んだ。渡瀬県民局長は勝手に死んだって言わざるを得ないの、彼らは。それは、可逆として、サディズムの発露としてそういうことを言うてるとか、もともと倫理観が劣悪だからそういうことを言うてるとかではなくて、ロジックとしてそう言うてるの、彼ら。すっごい単純な理屈なんです。書き言葉で表現するとすごい楽なんですけど、喋りで説明するのはね、僕兵庫の話を書き言葉よりも大量に動画でやってる理由っていうのは、もうごめん、言葉を選ばずに言うとさ、人生におけて最大2秒までじゃん。立花隆にペイアテンションするのって。立花隆がまともな人間やと思う瞬間が人生の時間の中で2秒以上ある人間は死んだ方がマシの人間です。で、日本の社会の不良債権です。2秒でも多いぐらいです。でもそういうルンプロの連中というか能力劣悪な人って字読まれへんから YouTube ばっかり見てはるやん。そやから俺一生懸命 YouTube でやってるわけですよ、この問題をね。だって、アホ YouTube 見てんねんもん。で、そのアホらの中の1たす1は2、2たす2は4みたいな、ちゃんとした理屈があるんですよ。実は。順番立てて喋るとね、斉藤元彦を正当化しようとすると、自殺した2人のことを勝手に死んだんやと。あの程度のことで死ぬのがおかしいって言わざるを得なくなるの。それはなぜか。さっきも言ったみたいに論理的には、斉藤元彦の対外コミュニケーションがあまりにも幼稚で劣悪だったからパワハラになってしまって県民局長が死んだと。で、故に斉藤元彦は人殺しである。だから知事失格だ。しかし行政プロセスとしての告発文書問題には何の問題もなかったっていう立場は論理的には成立し得るけども、じゃあその論理的な構造として成立し得るものの内容を点検していくと無理なんですよ。純粋にピュアなロジックとしてね、県民局長が自殺するに選んだ一連の斉藤元彦の公開の場での罵詈雑言であると。従って死んだんだ。で、しかしながらそれは斉藤元彦の対外コミュニケーションスキルの問題であって、行政プロセスとはおのずから別であると。行政プロセスとしての告発文書の処理の仕方は県の対応に問題なかったって言えるはずなのに、言えないんですよ、それは。これは論理的に成立するんだけど、言えないの。なぜかというと、あの告発文書は3号通報ではなかったとか、
剣のプロセスには問題なかったっていうためには、初手で斎藤元彦前皇帝が必要とされるからなんです。論理的に。それも。論理的な必然として。なんでか言うたら、斎藤元彦本人が、当事者としてあの告発文書を読んだときに、3号通報ではないと思った。まあ、厳密に彼の使ってる言葉を借りると、当事者として私があの文章に接したときに、真実相当性がなく誹謗中傷性の高い文章だと考えたので、通報者探索行為を行った。そう行うことは合法であるというのが彼のロジックなの。この間の6月8日の議会の答弁もそうだし、百条委員会での証言もそうです。で、これのロジックはね、意味軸も面白いのは、斎藤元彦のロジックが面白いのは、当事者としてという窃盗語が必ずつくの。当事者として。当事者として出てきた文章を読んで、これは真実相当性がないと思ったから、この文章には真実相当性がないんです、言うてるんです。これ、初手から対人論証なの。そこが対人論証やね、もうそこで。で、この対人論証が3号通報ではなかった。まさに斎藤元彦が当事者として対人論証でスタートしてるから、今後のロジックが全部対人論証で埋まっていかざるを得ないのよ。すべてのロジックが対人論証で埋まっていかざるを得ないの。なぜならば、初動がイグニッションを回してエンジンをスタートした瞬間から対人論証だから、その後のプロセスが全部対人論証にならざるを得ないの。初動が対人論証やねんから、後のロジカルなプロセスは全て対人論証になりますよ。で、その対人論証によってね、で、斎藤元彦が紡いだ法解釈が合法なのか違法なのかという点検をする前に、そのロジックが対人論証であるということは間違いないわけですよ。初手3月の27日から、2024年3月27日の第一声から全てのプロセスは対人論証でスタートしてる。これ、立花隆のポスターです。これ対人論証です。全部。告発文書が告発文書と呼べない結核要件は、県民局長のパーソナリティにあるという、東京では絶対通用しない田舎者の理屈です。で、これは、兵庫が田舎だからこういうことがウェルカムされたわけではないのよ。あるいは立花隆が気違いだから喜ばれたわけではないわけ。こんなん絶対東京では通用せえへんよ。鼻で笑われるよ。通報した人間がうんこパンツについてるから通報無効ですみたいなロジックですよ。東京では絶対通用しないですよ、そんな話。田舎やから通用するっていう解釈ではなくて、兵庫の民度が低いんじゃないんですよ。斎藤元彦の言うてることを正当化しようと思うと、すべてのロジックが対人論証に入っていかざるを得ないの。これ決して兵庫県民が民度が低いとかじゃないのよ。この対人論証の大語は。ロジックのプロセスのスタートが対人論証だから、上に積み上げられる部材は対人論証しか持ってこれないわけ。だから正当なロジックが成立しないのよ。あらゆるロジックが。始まりからこけてるから、どんなに賢い人がどんな理屈をつけても、斎藤元彦が最後に待ってんねん。当事者としてそう思いましたと言ってしまってる斎藤元彦が。どんな法律のプロ、どんな社会学の偉い人連れてきても、無理なの。斎藤元彦が初手で僕がそう思ったからそうなんですという対人論証で臨んでるから。で、最後ロジックが全部斎藤さんのその一言で否定されんねん。賢い人であればあるほど斎藤さんから距離を置くのはそこです。待ってるのは僕がそう思えばそうですという3歳児みたいなロジックしかないから。もうね、斎藤さんはロジック界の落合博満なんですよ。根拠俺、みたいな。問題の初手から対人論証であるロジックのプロセスが対人論証と無縁であるわけじゃないじゃん。だからこれは立花が悪いんじゃないよ、これ。斎藤元彦は必然的に呼び込んでるんですよ、これを。それは具体的なプロセスから言うとね、岸口が陰謀論を立花に中途半端に吹き込んだホテルオークラの打ち合わせというのが
その立花隆を呼び込んだ原因だけど、そのプロセスが生まれる土壌そのものは、初手から対人論証という極めて幼稚な言論空間を生んだ斎藤元彦に起因するわけです。こうならざるを得ないのよ。こう言うたらわかりやすいな。ディーン・フジオカの言ってるロジックを肯定するためには、ロジックそのものを肯定すればいいだけであって、別にディーン・フジオカを肯定する必要ないわけですよ。ディーン・フジオカ男前やわ、かっこええわ、素敵やわって言わんでも、ロジックそのものが正しければ、このロジックはこういう意味で正しいと言ってればいいんですよ。関係ないの。ディーン・フジオカのロジックは、ディーン・フジオカが喋ったり書いたりしたロジックかもわからんけども、そのロジックにはディーン・フジオカという存在は関係ないわけですよ。書いてること、喋っとうことが合うてるか間違うてるかだけの話です。でしょ？でも斎藤元彦のロジックは違うの。斎藤元彦の喋ったロジックだから、このロジックだけ検討しとかなければいけないにもかかわらず、このロジックの中に僕がそう思ったからそうだという対人論証が入ってるから、このロジックを肯定しようと思うと、斎藤元彦を全肯定しなきゃいけない。ロジックの中に斎藤元彦がもう組み込まれてしもてんねん。ほんなら、今後そのロジックをどう演繹していこうが、ずっと斎藤元彦がついて回るわけですよ。ロジックに。それはロジックじゃないのよ。ロジックもどきで詭弁なんですよ。対人論証だから。最初から詭弁なんです。何の価値もないたわごとなんです。かつこれかわいそうなの。県の職員もかわいそうなのは、どっかのそのロジックのその対人論証のツリーのロジックツリーの中に途中参画したとしても、それをこう機能していくと最後に斎藤元彦がどうしても出てきてしまうんですよ。これめちゃめちゃかわいそうなことですよ。どう頑張っても元彦がそう言ってるからっていうところに行くの。これ県の職員がさ、一生懸命頑張って、この元彦が言っているからという根拠以外で3号通報ではなかったっていうことを、それ無理やと思うけども、知らんで、俺の知らないなんかスーパーウルトラ C 法解釈があって、斎藤元彦がそう言っているからという要素を排除して、純粋に法解釈的に3号通報が出なかったって答えをもし出せたとしても無理やと思うけど、絶対無理やと思うけど、菅野保がディーン・フジオカの嫁はん寝とるぐらい無理やと思うけども、それぐらい無理やと思うけども、もしそういうことがあったとしたとしてよ。けども、それがもし可能やった時にその県の職員、天才の県の職員がいて、法律書が読んで、この解釈でこういうルートであったら、斎藤さんがどう言ってたか別かは別として、純粋に法解釈だけで、ロジックの世界だけで、あれは3号通報でなかったと言えるし、プロセスは合法やったって言えますっていうロジックを無理やと思うけど、もし天才が見つけてきたとしたとせよ。県の職員が。おーっていうようなもんですよ。素晴らしいってなもんですよ。でもね、それって同時にどういうことやね。斎藤さんの百条委員会とか記者会見とか第三者委員会での証言を全部否定することになる。かわいそうに。そうなってまうのよ。無理やと思うけども、純粋にロジックの世界であれは3号通報ではなかった。県の対応に何の問題もないというロジックを見つけられてきたとしたら、これまで県の依拠するロジックが、知事が当事者としてそう思ったからそうですっていうロジックやった以上、知事を否定することになってしまうんです。と思うと、向こうの人らの言うてることが超ロジックなの分かるでしょ。あの人らの中でのロジカルな答えなんですよ。倫理観が劣悪だからとかバカだからじゃないんですよ。根底が対人論証だから、どのタイミングで何をやっても対人論証になる。だから対人論者であろうとすんのよ、あの人たちは。どこを切っても最後は斎藤元彦がそう言っているからという答えが出てきてしまうから、どの局面で何を言おうと全て対人論証になる。てか、対人論証でないとハマらない。だから県民局長は10年で10人で不倫してるって言わざるを得ないし、菅野保はこんなやつやって言わざるを得ないし、千代さんはこんなやつやと言わざるを得ないし、尾形さんでさえこんなやつやって言われざるを得ないし、いろんなことを何があってもそればっかり。
どこを切っても対人論証。なぜならば、最初の一歩が対人論証だったから。これ地獄ですよ。対人論証という鉢に埋まった庭木を、対人論証という鉢に埋まった庭木でするためには、鉢変えるしかない。彼らを僕たちは救ってあげなきゃいけない。あなた方、その詭弁でスタートしたロジックの上に、ロジックの枝を伸ばそうと思うと、全部対人論証という詭弁の積み上げだけになっていきますよと。で、それは国を誤る元ですよということを言ってあげなきゃいけないわけ。だってかわいそうじゃん。ロジカルであろうと思えば対人論証にならざるを得ないから対人論証を採用する。だから県民局長の自殺を見たときに勝手に死んだんだと言わざるを得ない。これってすごいことだと思わない？一人の政治家の言動を肯定しようと思うと論理的に自分の倫理観を曲げざるを得ないんですよ。一人の政治家を肯定しようと思うとその人の倫理観が劣悪だからではなくて、論理的要請として死者を愚弄せざるを得ない。で、それはその人がもともと倫理観が劣悪ではなくて、ロジックを構成しようと思うと、県民局長に対しても対人論証で対せざるを得ないのよ。それは政治が一番やってはいけないことだと思うんですよ。政治のプロセスを肯定するときに人間としての倫理観を曲げざるを得ないようなことをするというのは、それ政治が一番やっちゃいけないことでしょ。で、今日の神戸新聞の一面は、これは分断なのかという特集やったらしいですね。僕は紙を見てませんが、さっきコモさんの配信をちらっとだけ見たらなんかコモさんがそんなこと言うてはりました。今日やったか。で、これはね、分断なんですよ。分断は分断なんですけど、分断の根幹はね、普段は誰かが自殺したって聞いても、普通の人間ってさ、誰かが自殺したって言うたら、あ、かわいそうになるわけですよ。それは、どんな人が自殺したとしても、まずは。どんな理由があるかわからんけども、死なんでもよかったのにと思うかもわからんけども、いやー、かわいそうになと一回思うわけ。それが普通ですよ。それ孟子の言うてる即位の情と一緒ですよ。孟子の言うてる即位の情で、即位の情ってどういうことか言ったら、盗っ人でも赤ちゃんが井戸に落ちそうになったら走って手出するでしょって、それが即位の情っていう、いわゆる即位の情ですよね。孟子の言う即位の情で、ああ、かわいそうにって思うわけ。まずはそこを即位の情と思うわけで、普通はね。で、多分、県民局長が勝手に死んだんやとか、あの程度で自殺するのはおかしい言うてる人も、他の自殺にはそう思ってると思うね。人間である以上ね。そう思ってはるんですよ。ただ、本件自殺に関しては、ロジックの要請として勝手に死んだんやっていう鬼みたいなこと言わざるを得なくなってしまう。で、それは倫理観が劣悪だからじゃないんですよ。ロジックの要請なんです。しかもそのロジックというのは、極めて政治的な意図を持ったロジックなんです。だから政治がその人を鬼にしてるんです。神戸新聞の言うように、今兵庫で起こっていることは分断です。分断だけども、その分断を生んだのは、政治が一部の人々を鬼にしてしまったことが原因です。斉藤元彦のロジックは、どこまで突き詰めても、議会答弁で、正々堂々、明々白々と、当事者である私がそう思ったからそうですって言ってしまっている以上、斉藤側を肯定するロジックは、最後に斉藤元彦という妨害者が現れて、すべてを対人論証に絡め取っていくわけですよ。その結果、政治的な思惑で発せられる言葉は、すべて対人論証にならざるを得ないわけ。そして対人論証になるから、普段別の自殺に対しては、まず一旦かわいそうにと思う普通の倫理観を持っている人でも、そのロジックに準じるためには、自殺は勝手に死んだんだ。あんなんで死ぬ方がおかしいという鬼みたいなことを言わざるを得なくなってしまうわけ。という原因を作ったのは、斉藤元彦という人殺しですよ。だとするとね、この対人論証という病気にはまってしまった兵庫の政治言論空間というのを救おうと思うと、斉藤元彦を排除するということしか根本治療はなくね。これほんまかわいそうやと思うの。一生懸命
純粋ロジックの世界で県の対応は問題ないと言おうとすればするほど、妨害者としての斉藤元彦は立ち現れるのよ。当事者としてそう思ったからそうですっていうアホなことを議会答弁でやった兵庫県最高権力者斉藤元彦さんという人が、斉藤元彦さんをロジックで救おうというプロセスに妨害者として現れてくるんだよ。だとするとね、もっと言葉をね、嫌みったらしく言うと、京都的に言うと、斉藤元彦さんを救おうと思うと、斉藤元彦さんを排除するしかなくなるんですよ。斉藤元彦をかばおうとすればかばおうとするほど、妨害者として現れるのは斉藤元彦なんです。一生懸命消費者庁の国会答弁、大椿優子の国会質問に対する消費者庁答弁、川内博の質問に対する国会答弁、もっと言うと、斉藤元彦、兵庫の斉藤元彦は、支持者には信じられへんかもわからんけども、維新の松沢成文の質問に対する消費者庁答弁。明確に3号通報における通報者探索行為は NG ですって答えてます。松沢成文はもともと自分が神奈川の知事でしたから、知事の業務っていうのはどういうことか分かってて、国会で意味軸もこう言いました。斉藤さんのやってることは能力として劣悪ですっていうことを明確に言うてます。維新の松沢成文が。それはそうですよ。東京の基準から見たら、お話にもならないもん。斉藤元彦って。維新でさえ、国会の維新でさえ見捨ててるわけ。でしかも松沢成文に言われてしまうんですよ。菅野保にブサイクやなって言われるぐらいのことですよ、それって。基準が維新以下ですよ。そんなもん。菅野保にブサイクやな、お前ブサイクやなって菅野保に言われてみ？泣くで多分、言われた人。それぐらいのこと言われてしもてんねん、国会で。だって、誰が見たかったアホやねんもん、斉藤元彦。だから、斉藤元彦がこれまで紡いできたロジックから卒業して、なんとか斉藤元彦という要素を排除して、純粋に法的な解釈として、あれは3号通報ではなかった。従って県の行政プロセスは間違ってなかったっていうロジックを斉藤元彦さんという要素を抜いて構築し得たとしたとしても、県の意思プロセスとして斉藤元彦さんがそう思ったからそうですということに反抗してしもてるから、それが既成事実としてこのロジックの構築を阻害してくんのよ。かわいそうに。斉藤さんの最大の敵は斉藤さんです。で、そうするとね、いやいや、それ違うんです、違うんです。今まで知事そんなこと言うてたけど、そんなん関係ないですよ。純粋にロジックとしてこうですから。私がなかったでしょ、県の対応って言おうと思ったら、斉藤さんの百条委員会での証言が全部嘘でということになるんですよ。ほな、斉藤さん逮捕されながらなってまうわけよ。百条委員会での偽証罪は、刑法犯です。偽証罪という罪です。とすると、斉藤さんの過去の発言は否定のしようがないんです。で、やっぱり対人論証でずーっと進まないかん。言うてもたことは消されへんからね。知事やねんから。新梅田食堂街の松葉で串がつ食うてるおっさんの一言ちゃうねんから。そんなもんなかったことにすぐにできるけど、知事やねんから。反抗しとんやから。そんなもんね、どこ持っていっても通用しないですよ。当事者としてそう判断しました。言うたら。110番して、菅野さんが昨日火付け強盗しました。言うて電話がかかってきて、警察がここへダーッと入ってきて、お前火付け強盗したやろって。いや、当事者としてしたとは言いませんって言うたら終わりなんけ？そんなんあり得る？ほら、なんや、その刑事告発の話やったら、俺、斉藤元彦の刑事告訴に対して、斉藤元彦俺のことを名誉毀損だ言うてるでしょ？だから俺、当事者として名誉毀損だと思っていませんで済むの？いや、だから滑稽なんですよ、斉藤元彦が言うてることは。あいつがやったことは名誉毀損だ言うて訴えとんでしょ。で、斉藤元彦のロジックを借りたら当事者としてそう思いません言うたらしまいやん。で、残りのことを真摯に受け止めますって言うといたらええんやろ。いや、そういう話やん。そういうアホなことを言うてしもてるから、一番最初の初手の部分でアホなこと言うてるから、この2手目、3手目、4手目が全部アホなことの積み上げでしか繋がっていかへんのよ。今一生懸命ね、YouTube でね、斉藤元彦の言うてることがおかしいのは分かったけども、法的には問題ない言うてるけども、法的に問題ないという兵庫県のオフィシャルステートメントは、なぜならば斉藤さんがそう言っているからしかないんです。
で、皆さんがどんなに頑張って、やっぱり兵庫県のやったことは問題でなかったというロジックを積み上げていっても、斉藤さんがそう言ってるからというロジックの上に旗が立ってる以上、あなた方の主張は斉藤さんの主張と矛盾する主張として、県としては却下せざるを得ないロジックになるの。俺はその構造の話をしてんの。だからずっと言ってるやん。その県の職員に天才法律家がおってね、一生懸命頑張って合法やったっていうロジックを斉藤元彦という要素を抜きで構築し得たとしたとしても、すでに県の公式見解は斉藤さんがそう言っているからっていうところに旗立ってんねんて。そうすると、純粋なロジックを排除せざるを得ない。斉藤さんね、これがどうかっていうのは最後は司法の場合言ってるでしょ。訴えなあかんの、司法の場合で筋から言うたら訴えなあかんのは斉藤さんなんですよ。すなわちどういうことか言ったら、兵庫県議会を法人として相手取って、百条委員会が出した答えは間違いだっていう地位確認訴訟を出しゃいいんですよ。地位確認訴訟じゃないな。名誉毀損かなんかで訴えたらいいんですよ。なんか知らんけど。あるいは第三者委員会が出した答えは間違ってるって訴えたらいいんですよ。最終的に司法の場で決着つく言うんやったら。ほんで、裁判の、どんな様態の裁判であれ、証拠資料として残るのは、もうすでに出ている県の公式見解ですよ。百条委員会で斉藤元彦さんが述べた内容以外、そういう裁判で採用できないですよ。なぜかというと、採用してしまうと、自動的に斉藤さんが偽証罪をしてたってことになるから。県が当事者として、あるいは斉藤元彦執行部が当事者として、もっと言うと斉藤元彦私人としての斉藤元彦個人として、司法の場に臨もうと思うと、斉藤さんを守らざるを得ないから、百条委員会で述べた彼の法理論だけが根拠になるんですよ、裁判では。もう本当にかわいそうです。関係者の皆さんが。どう頑張って県の行為を正当化しようとしても、県の行為は正当である。なぜならば僕がそう思ったからだと言ってしまった斉藤元彦さんっていう存在が最大の敵として現れてくるんです。だから俺が斉藤元彦のことを極左反体制分子だっていうのがね、ロジックをどう償うかやったら、選挙で勝ったからっていう理屈でだけでくるから、その極左ですよ、そんなこと言う。事実認定よりも民主主義が勝つ言うてるんです。法解釈よりも民主主義が勝つという極左みたいなこと言わざるを得ない。人民裁判こそ正しいって言うてる。事実認定とか法解釈の部分を人民裁判でやろう言うてるのが斉藤さんたちの言うてることです。それ5の全く意味の極左ですよ。ルンペンプロレタリアート独裁ですよ。事実認定、法解釈は裁判によってなされる、民意によってなされる。人民裁判で全てを決めよう。多分今世論調査とっても斉藤元彦の支持率なんか10%下回ってると思うけど、どこ見てもヤフコメなんか 90% 以上斉藤元彦おかしいいう意見になってるしな。YouTube 買って俺の切り抜き合わせたら何十万回再生されてるでしょ。なもう次選挙したら2秒で勝てますよ。それもまたそうなったのも斉藤さんの敵は斉藤さんやったんですよ。神戸祭りのテニスがキモかったから。そりゃそうやん。だって、精神病患者以外みんなキモい言うよ。あれキモくないの精神病患者だけですよ。過去の自分が敵なんです、斉藤さんは。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。